皆さんこんにちは。視線 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第3回1968年は革命というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1968年の裸のラリーズですけれども、このバンドは同志社大学というところで発生しています。大学の軽音楽部の中で生まれたというのが、同じ大学の学生だったミュージシャンの久保田誠さんの証言でも確かですが、それでは当時の大学というのがどういうところだったのかというのを把握しておく必要があります。学生運動というのが全国的に波及したのが1968年です。それでそもそもの学生運動の発生についてざっと追っていきたいんですが、大きいところで東京大学や日本大学では大学当局と学生との間に紛争が起こったんですけれども、原因は例えば東京大学だと大学側が医学部側の待遇改善を聞かなかった上に機動隊を大学に入れて鎮圧を図ったというように、当時の大学当局のように強権的で反民主主義的な組織が学生の権利を脅かしたことが原因です。それで脅かされた権利を協力して守るという目的で、例えば東京大学で全学共闘会議というのが結成されるのが1968年です。集会の自由は憲法で保障されているわけですが、学生が集まって抗議した。あくまで想像ですけれども、当局が態度を硬化させた根本原因は、若い人が集まって怒っているから怖くなっちゃったというのが本当のところだと思います。組織が常に冷静に合理的な選択ができるわけではない。しかしそれは学生側にも言えると思います。何が言いたかったかというと、そもそもの学生運動というのが学生の権利が脅かされたというところから来ているということです。権利が脅かされたから抗議する、当たり前のことですけれども、これに人が雪だるまみたいに集まった。しかし原初的な組織というのは統制が取れていないので、そうすると凶器を持ってくる人も出てきてしまう。それは凶器準備集合罪というちょっと説明が必要な事柄ではありますけれど、いわゆる権力側が暴力、機動隊ですけれども、それを介入させる口実を与えたことになって、結果的に活動の寿命を縮めたと思います。その時の東大全学年総長の山本義隆さんなどは、闘争の後駿台予備校の講師になって、その傍ら物理研究を市政の中でしている。非常に優れた業績を町場の研究者としてやりました。教育で後進の育成をしながら、当時の資料ですが、ビラなんかを可能な限り集めて、ついに最近国立国会図書館に収蔵した。一次資料を可能な限り集めるというのは非常に科学者らしい態度なんですね。まず資料がないとそれを検証することができないわけで、事象に対しての評価は我々が資料に当たってやっていくべきなんですね。この山本義隆さんについてもう少し言及すると、私自身が短い間ですけれど予備校業界に少しいたことがあるんですけれども、それは個人でやっている受験予備校で、そこの塾長というのが山本さんと同世代でした。北海道の大学に行っていたそうですけれども、東京の集会にも出て、その時山本さんの演説を聞いているそうで、それはかっこよかったと憧れだったそうで、陶酔した様子で言っていました。何が言いたいかというと、社会変革運動をやっていた人たちが時間の経過とともに変質を余儀なくされるんですが、その闘争を一市民として続けるにあたって予備校講師をするというのはある種の典型だったということです。権力構造を変えようという運動をやっていく中で、時間の経過とともに違法な手段を取るのか合法的にやっていくのかを問われたわけですが、長期的に見て教育でもって優秀な下の世代を例えば官僚機構に送り込むとか、そういうことを素朴な形で考える人がいたとしてもおかしくない。まあ勉強はできるけど仕事に困っている時に口に乗りする手っ取り早い方法だったというのが大きいでしょう。なぜそういうことを言うかというと、前述の私が働いていた予備校の塾長ですけれども、ある時に自分の仕事について喋っていて、予備校で教えるということで世に問うていきたいと言っていたことが印象に残っています。教育学というのは予算でいうと医学の次にかかるものなんですけれども、その具体的な成果というのはわからないんですね。しかしそれをおろそかにすると確実に社会がダメになる、そういう性質のものです。短期的なスパンで見ると収益的な成果が見えないんですが、ここに投資をしなければ莫大な損失が出るわけです。それで勉強を教える受験屋とも自重的に言っていた一方で、世に問うていきたいと語る理由は、自分と関わった人間、教えた人間がいずれ社会の構成員になる、
世の中を良くしたいといった学生運動当時の情熱をそういう形で表現したいという気概の表れだったように思います。話を戻して学生運動ですけれども、1968年時点で大学進学率が約 14%、女性に至っては 5% です。つまり限られたエリートがやっていた活動というのは否めません。それで始まりは権力による権利の侵害であったというのは間違いないと思いますが、その後の動きを見ると明らかに祭りの様相を呈しています。それは始まりに由来します。権力が問題であるからその権力の見直しをしなければいけないという非常にラディカルな問題に行く。学生と大学当局との対立に弁証法を使えば権力の構造に問題があるからその構造を変えようということです。それは学生が言っていただけですけれども、権力の構造を変えようとしたら国家まで行き着くのは自明ですから、論点が国家権力まで飛躍したということだと私は考えています。それで実際に侵害された権利と国家権力との間の距離の中の空間、ここに学生たちが集まって祭りの場を設けたということです。それは一つのデモクラシーという一直線なんですけれども、実はその空間で発生した祭りには当時就学率 15% くらいの学生しかいなかった。要するにエリートの祭りだったということが将来の空中分解につながると思いますけど、それは今後に回すとして、ともかくその祭りは全国の大学だとか若者に波及します。そうした中で水谷さんのいた同志社大学というところにも当然運動は波及していった中で、ある程度政治的な態度表明が要求されたと思います。それは当時の学生誰もが要求されたことなんだと思うんですね。例えば戦争に兵士として参加するのも逃亡するのもアンガージュマンとして等価であり、かつ責任を負っているとサルトルは言ってるわけですけれども、ここでの戦争に位置するものが革命であったということです。ただここでいう革命というのがその祭りの場で発生したこともあって、どんな革命かはっきりしないんですね。ティム・バックリーの曲の中に No one can find the war っていうのがあるんですけれども、それと同じで誰もそれが何なのかわからないんです。だから人によってはフランス革命であるとか、あるいはソビエトの社会主義革命だとか、あるいは文化大革命だとか、どのような革命を目指していたのかはわからないんです。ただ革命というものに例えば自分の生い立ちだとかを投影するような態度は良くないと思います。個人のような変わりやすいものは真に個人を保護するために一旦脇に置くべきなんですね。道義性を担保するために一旦道義性を脇に置く態度がイギリス人の政治に対するどの階層でも共通した態度だったと加藤修一が語っています。なぜ革命ができなかったかを考えるにあたっても、当事者が何を考えていたかはどうしたらよかったかを考える上で重要です。これは例えば太平洋戦争のどの段階で戦争をやめておけば利益を最大化できたか、損害を最小化できたかを考えることと同じです。だから山本さんのアーカイブというのは非常に価値があると思います。いずれにせよ20歳くらいの人たちが理想とする国家権力のあり方なんていうものには価値があるとも思えないですけれども、仮に実現してもロベスピエールだとかスターリンのように個人に集中して病的に暴走していたと思います。裸のラリーズに参加していた若林盛明さんが淀号ハイジャック事件の実行犯になるのが1970年ですので、それは今後語るとして、革命というものが若者に比較的ポジティブな意味合いで共有されていたのが1968年です。そうした中で吉本隆明さんの共同幻想論が発表されたのもちょうど1968年で、私はこの本を精読はしていないのではっきり言うことはできないんですけれども、共同幻想という言葉はもうポピュラリティを持っているし、国家が共同幻想であるというのも自明であるとして、国家の発生に原初的な国家では聖なる女に仕える形で俗なる男が権力を異常される形で振るうというような政治と性についての関連に初めて言及したということで良いんでしょうか。吉本隆明が当時の若者に熱狂されたのは、戦術の侵害された権利と国家権力との間にピタリと投下されたからだと思いますが、私が言及したいのはそことは違います。吉本は詩人でもありますが、詩とは何かという本の中で、私はこっちの本の方は割と熱心に読んだ記憶があるんですが、詩とはそれだけで世界を凍りつかせる言葉であるというような結論を最初の方で書いちゃっています。裸のラリーズのエンター・ザ・ミラーという曲があって、初期に歌われていた歌詞が違うんですが、手に触れるもの全てが青ざめる本当のことを知ってたというのがある。ある時期にはこの詩で歌われていたものが後から別の詩に変わって、
荒々しい優しさに命の炎を燃やすになるんですが、意味は義元の死とは何かで言われていることと同じです。これは要するに王様は裸だということであり、それを一度知ってしまったらそれ以前には戻れないものなわけです。歴史に不可逆性を持つ弁を作る、あるいはほんの少し人類の歴史を拡張しようと意思するロマンチックな試み、これは全ての芸術がそうです。そのために何が必要かといえば、ある表現によって真実を巧みに美しく表す。詩においてはそれが言葉によって試みられるし、絵画であればその表面によって試みられるわけです。逆に言えば歴史を変えようと意思しなければ芸術ではなくて産業ですし、ロマンチックでなければ政治活動になるわけです。詩を含む芸術は詩的に言えば世界を効率化せる力がある。そして裸のラリーズの水谷さんは吉本さんの読者でもあったろうなということが先ほどのエンター・ザ・ミラーの歌詞からも想像される。同時にその表現が直接的で気恥ずかしさを持ったのだろうかとも想像しているわけです。最初の方の歌詞は詩人の感性としてはやはりちょっと野暮なんですね。それで誤解を解く意味で言えば、実際の政治活動とロックミュージックの間には何のつながりもないと思います。政治はその自治体とか国とかそこで生きる全ての人に関係がありますけれども、ロックミュージックはその人たちの中でロックが好きな人たちがやっていただけですので、ただ図らずとも高度に政治的であり得たということです。その理由は前述のようにある真実を表現して歴史に杭を打つのが目的であれば、結果的に政治的になることはあったろうし、これからもあり続けるだろうと思います。ロックミュージックがロマンチックな表現であるのはそういう点にありますが、最近はいかなる表現も、例えば耳障りのいい嘘を並べたような表現であっても、それはそのような嘘を並べるだけの合理的理由があるという意味で真実ではあると思うんですが、やはり違いは何かに屈服しているか否かであると思います。ということで、裸のラリーズ水谷隆さんはロックミュージックというものを使って歴史に杭を打とうとした。それが始まったのは革命が広く意識された時代であって、水谷さんは秘められた革命のモチーフをずっと持ち続けることになります。今回は第3回革命でした。最近では革命についてはポジティブな解釈のされ方がむしろ持たれにくいと思います。それは暴力と結びついていることが関係していると思いますし、特に日本においては小さな摩擦も回避しようとする傾向があるので、既存の法律とか社会体制に対してひたすら従順であろうとする涙ぐましい努力をいつまで続けられるんだろうなと個人的には思っています。いずれにせよ制度は人間が作っていますし、人間が作ったものは常に不具合が生じる。特に権力はその運用に恣意性が生じやすいのは、それを運用しているのが人間だからです。人間が生きている限り、そうした統治権力との間に紛争は起きるので、おかしいものにはおかしいという権利はあるということくらいは理解すべきだと思います。そしてその美しい手段が芸術であり詩であるということでした。次回第4回1969年はロックというテーマでやっていこうと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは坪内和夫でした。